はい、森拓郎です。先日上げた YouTube で踏み台昇降の、足が太くならない方法っていうので上げさせてもらったんですけども、踏み台昇降に関してあんまりそういった話をする方がいらっしゃらなかったっていうことで、目から鱗ですとか、こういう考えもあるんですねっていうふうに意外がられてみたいだったので、またちょっとそれについて掘り下げていきたいなと思うんですけども、踏み台昇降だけではなくて、例えばランナーさんとかなんか特にそうだし、そうじゃなくても普段の歩き方だったりだとか、そういったところ、あと階段とかもそうですよね。そういったところとかなんかでも大事なのが着地なんですよ。この着地がうまくできないと結局のところ足が太くなっちゃうとか、なんかランニングでパフォーマンスが上がらないだとかっていうようなこととかなんかの原因になってくるんじゃないかなと僕は思っているんですけども、でその中であったのが、どうしてもふくらはぎ疲れちゃうと、多分ねベタベタバンバンついちゃうタイプなのかなというふうに思います。はい、で筋肉っていうのはその跳ね返りが非常に大事なので、本当にねゴムみたいにビョンビョンビョンと、筋肉がそのまま、例えばふくらはぎの筋肉ね、このふくらはぎの筋肉がぐーっとかかとの方に行ってアキレス腱になりますよね。この腱がドンってこう跳ね返ることによって、筋肉が働いてくれてますので、でその腱がうまく働くためにはその周り、とにかく筋肉とかなんかが、柔らかくないといけなかったりするので、どうしてもふくらはぎ疲れちゃうよとかっていう人はおそらく筋肉がすごいカチカチに凝っちゃっていて、その収縮がうまくいってないっていう状態か、もしくは、筋力自体が非常に弱いっていうことか、あとはただ下手っていうことかのどれかかなというふうに思うんですよね。なので、しっかりほぐしてあげて、弾力を取り戻したらうまくいく人もいれば、筋力が弱いからどうしても疲れちゃったりだとか筋肉痛になっちゃったりとかするのかもしれないんで、そういったところがちゃんと鍛わってきて筋肉がいい状態になれば、大丈夫かもしれないし、あとはやり方ですね、それも大事なので、もう3点全部大事にはなってきますので、そのためにはいい動きを習得していくということが、やるべきことなのかなと思います。でこの間の動画とちょっとかぶってしまうんですが、今日は着地についてお話ししていきます。この、踏み台昇降の踏み台ステッパーがありますけども、この高いところから降りる、この降りる時にバーンと、今音聞こえましたか？このバーンっていう音がするようなやり方とか、つく時のこのバーンってするようなつき方をなるべくしないよということもお話ししましたが、この着地をなるべく音を鳴らさないようにする練習っていうのをやってもらうといいと思うんですよね。で単純にですね、ここから飛び降りる音がしますよね。この飛び降りるってことは、自分の体重が重力でボンと落ちたわけですよ。この時に足からエネルギーを受けて、自分の体重の何倍もかかってるわけですよね。これ何倍か分かんないけど、なんか多分 2,3 倍とかかかってると思うんですよね。で頭までドーンってつながっていくわけなんですけど、その時にまっすぐ体が、姿勢よくいってるのか、すごいなんかこう反った状態とかすごい丸まった状態ってなると体の負担って変わってきますよね。でもこれは足も同じで、股関節の位置とか膝の位置とか足首とか、それぞれのまた硬さとかっていうものが原因にもなってきちゃうので、まず、ストレッチとか、それはね、僕の30日でスキニーデニムの似合う私になるっていう本だったりだとか、オールアバウトストレッチっていう、そのストレッチの一緒にストレッチしましょうっていう DVD があるので、そちらを参考にしていただいたりだとかしてもらってもいいんですけど、この動作の習得っていうのも重要です。なので単純に飛び降りた時に今音がさっきよりしないですよね。さっきよりしないです。でもこれが例えばかかとからわざとついたとするとめちゃくちゃ音しますね。つま先から柔らかくふわっと抜き足差し足みたいなイメージでつけば音がしないわけですね。
でこの時にイメージする力って何でしょうか。下に落ちてるわけですから体重を上に持っていくようなイメージですね。よく僕はスクワットとかなんかで、スクワットってこうお尻を落としていく行為じゃないですか。このスクワットっていう動作の時にこの動作でこの動作ですよね。わかります？こうしてる動作ってここがこういうふうに近づく股関節が屈曲曲がることなので、これが両足で起きてる状態がスクワットっていう状態なんで、よく意地悪するんですけど、トンチみたいな感じ。右足上げてください、左足上げてください。じゃあこれで両足上げてくださいって言うとみんなどうするかって言ったらこうするんですよね。両足を上げようとするんですけど、そういう意味じゃなくて、足の裏を地面についたまんま両足上げてくださいってなったらどうします？こうですよね。こうなりますよね。この状態両足で足の裏をついたまんまももを上げてくださいってなるとこうなるはずです。はい。なので体重が下にかかる瞬間にっていう感じに上に跳ねるような感じですね。足が地面につくと同時に自分は上にふっと上がるようなイメージをすると音が減ります。なので極端なことを言うと、自分が落ちていくっていうことをこうブレーキするような感じ。例えばなんかボールが来た時、こういうボールが来た時とかなんかに、音これならないですけど、なんかグローブとか持ってるとして、こうしたらバーンってなりますよね。バーンってなりますよね。これの音をなくそうと思ったらこういう風にしたら、こう力をね、こっちに行く力をこういう感じでうまく逃がしてあげるような感じですね。バーンって、これをこうぶつけたらすごい音がするわけじゃないですか。これが下に落としてるのと一緒ね。下に落としてるのと一緒で、これがドンと下に行けば音になっちゃいますけど、落ちる時にこの地面に対して上の力を与えてあげるっていうのは、自分がしゃがみに浮く、こういうふうに受け入れていくような感じでいくので、めちゃめちゃ極端にやりますよ。こういうことですよね。自分が足がつく瞬間にバッと上に行く感じですよっていうような力の使い方が地面につく瞬間にできれば、かなりふわっとつくことができます。でこんなのを連続でやってるわけじゃないですよ。でも今の練習をしていくと、どんどん体重をしっかりこう受ける力がついてきて、結果的にねうまく機能し始めるので、まずやってもらいたいのは、この両足で落ちるもいいんですけど、いきなりだと負荷が強いんで、こういうふうに足をゆっくりつま先からただ落としていくってだけです。からふわっと落として、ここついたらふわっと落として、これを下に自分でブレーキかけながらやってるわけですね。でこれをだんだんこれやったらね、自分でこっちで調節して、左足でね調節してるんで音が鳴らないじゃないですか。こういう感じで、この時にゆっくりやってにもかかわらず膝が内に入っちゃうとか、あとは横から見た時にこうやって腰が丸まっちゃってたりだとかすると良くないですね。正しく折り曲がる、正しく体重を受けるためには、まず膝がまっすぐじゃなきゃいけない。前の動画でも言いましたが、この足の裏が潰れないように、外反母趾の人とかこうねぐしゃっと潰れちゃうので、潰れないようにすることと、あと股関節です。ここが股関節がしっかり入り込んでいかないといけないんで、この辺の柔軟性がめちゃくちゃ重要になってくるんですよ。結局だから足が太くなるとかふくらはぎが太くなるとかっていうのは、全部の関節が正しくね使われなきゃいけないので、膝も股関節も足首も正しいポジションでぐしゃっと潰れていったり、この潰れる練習、まずこれですね。これがうまくなるだけでも、まず落ちる練習です。落ちる練習ができたら、その力でポンポンポンと早く返してあげる練習、こういう練習とかですね。この練習してあげると、今全然こっち使ってないですよ。こっちとこっち両方使うんですけど、こっちだけで
上がろうとすると、この間言った上がるときにこっちの足だけ使って上がるんじゃなくて、両方の足をこう使うためには、この跳ねた瞬間、地面についた瞬間にポンポンポンという力があったら、両方の足をパンと近づける力で上がってくることができます。そうすると体の近いところにある、いわゆる腸腰筋っていう筋肉とお尻の筋肉っていうのがしっかり働いて、こう交互にね、右のお尻使うときは左の腸腰筋が近づいてきてギュンと、で左のお尻使うときは右の腸腰筋が使われてギュンという感じで使われてますんで、そういったところがねうまく機能していけば非常に効果的に、踏み台昇降ができるのと、ランナーさんとかなんかはね、着地とかなんかが非常にうまくなるので、はいこのハイレベルバージョンはあんまりニーズがないかもしれないんで、また時間がある時にやらせてもらって、もうちょっとね人気ありそうな、万人に人気ありそうな内容を今後配信していけたらなというふうに思います。はい、今日は以上です。バイバイ。